こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は考えがまとまらず困っていた私が救われたノートパッドすごいよというお話紹介です。突然ですが、あなたの自己紹介をしてくださいって言われたらすぐに皆さんできますか？私はね、全くもってできないタイプで、無難にね、名前とか出身地と趣味を言うくらい。じゃあ時間あげるからパワポで指示を作ってよってね、その時間をいただいたとしても、パソコンを開いて固まるだけで何からどうしようかなという感じになります。そもそもね、どんな人が自己紹介を聞く予定なのか、自分のどんなことを知ってもらう場なのかとか、言いたいことがね、たくさんある、または全くなくて、思考がね、止まっちゃうなという感じ。で、そんな時におすすめなのが、このノートパッドになります。頭の中にある情報や感情、言葉などを一度ね、紙の上に全部書き出して、取捨選択したり整理したり、さらに考えを深める。そして頭の中に戻す。例えるなら家の掃除である全出しっていうやつですね。もし食器の整理をするなら、食器棚とか冷蔵庫、その他収納場所から全ての食器を一度机やね、床に並べて、いるものいらないもの、決められないものに分けて整理するような方法がありますが、イメージでノートパッドに頭の中にあることを全て書き出してみると、頭の中でね、なりながら悩むだけよりは、書き出す前には思いつきもしなかったような視点でね、物事を捉えられたりとか、気持ちが整理できて、その後スッと頭の中に戻すことができるなと思ってます。ということでね、ちょっと前振りが長くなりましたが、伝えるために情報を整理するのが苦手な方とか、考えを吐き出すのがちょっとまだ苦手だなっていう方に向けて、ノートパッドはいいぞという内容になります。使っている文房具は動画の最後の方で紹介しますので、そちらもチェックしてみてください。まずはノートパッドに何についてね、これからここに書き出すのかっていうのをタイトルをね書いておきます。これがないとね、際限なく考えが広がって全然違うこととかね考え出しちゃうんで、そしてね、ここまでノートパッドとは何ぞやに触れることなく来てしまったので、ちょっと差し込みですが説明します。ノートパッドっていうのは紙の一辺が糊付けとか器具とかによって束ねられたものが多く、一枚一枚本体から切り離せるので、常に一番上に新しいページが来るようになっている文房具です。つまりはメモパッドの大きい版のことですね。では早速書き出していきます。今回はこの動画を作るにあたり、ノートパッドがおすすめの理由を言語化するっていうのをテーマに、実際にね、ノートパッドに書き出してみました。自分がなんでノートパッドを選ぶのか、ノートパッドを使った経験や選ぶときに無意識に考えていること、選ぶ基準とか、そういうのをね書き出していきます。他にもノートパッドについて使っていて分かったこととか、聞いたこと、調べたこと、何でもいいです。この時にいやこれはくだらないから書かないっていうのはなし。どんなに小さいことでも書きます。意外とね、その考えがさらにいろいろな考えにつながったりするのが経験上少なくありません。例えば自己紹介で何も思いつかないってなったら、この真ん中に書くのは名前でもいいんです。誕生日、年齢、最近の誕生日にじゃあしたこと、そこからもらって困った誕生日プレゼント、嬉しかったプレゼント、なんで嬉しかったのかみたいな感じでね、数珠つなぎで広がっていきます。なので本当に何でもいいんです。書き出すときに眠い、書き出したくないから書き出したことも私はあります。なんで整理したいと思って机に向かっているのにこういう拒否反応が出るのかからね、発想したりすることもあるので、ここで求められるのは質より量、そして勢いです。ここでなぜノートではなくてノートパッドをおすすめするのかなんですが、最近のノートはページの真ん中、喉部分っていうところがね、しっかり開くものが多い印象ではあるんですが、最初とか最後のページの場合はね、やっぱ傾斜がついてしまって、中央部分っていうのはやっぱりちょっと書きづらさがある。で、左手でページを押さえながら書いたり、ペンをなるべく紙からね、離さずに書いたりとか、ちょっとね、書き出す以外に多少の努力が必要です。でもノートを取る、まとめるくらいの時はね、別にこれで全然いいと思っているんですけど、今回のように一度頭の中のこと、思いついたことをどんどん書いていく場合っていうのは、真ん中に段差とかね、境目っていうのがないノートパッドがね、ストレスなく書き込めるのでおすすめです。
ということでガンガン書き出していきます。ちなみにモヤモヤとか心の中のモヤモヤを書き出すときっていうのは自分の負の感情とかにねびっくりすることがあります。自分は自分、他人は他人とね通常時は切り分けて考えているんですけど、気持ちが落ちてる時ってやっぱ人とね比較して落ち込んでるっていうことがね多くて、いつもなら羨ましいと思うなら自分がねちゃんと努力しないととか、いや自分らしくいようみたいな、ザいい子わかんない、できた大人みたいな考え方で感情を押し込んでいるみたいで、パッドに書き出すと押し込まれていた感情がブワーっとね出てくることがあります。妬み、ひがみ、嫉妬とかね、多責思考とかそういう感情をね持ってはいけないんじゃないかって思ってたんだけど、もう思うのはねしょうがない、人間だもの、そこからねどう行動するのかっていうのが大事だなと思ってます。というわけで書き出し終わりました。その頃にはこの次に何を考えるべきかっていうのがなんとなく頭に浮かんでくるので、それもねちょっとメモで書き込んで頭の中のものを書き出すステップが終了。今回はノートパッドおすすめな理由をたくさん書き出した結果、いろいろなことがね出てきたので、どんな人にどのように伝えるかを次に考えることかなっていうので着地しました。ではこのノートパッドのいいところを誰に伝えるのがいいのかっていうのを書いていきます。先ほど書き出したノートパッドのいいところの近くにそれのいいポイントがどんな人におすすめかっていうのを考えて書き込んでみました。自分が読みやすいからという理由でね誰におすすめかのアイデアは赤色インクで書いています。たまにどんな人におすすめかを考えていたら逆にノートパッドのいいところが追加でね思いつく時もあるので、その場合はそれもね追記していきます。今回はことあるごとにノートとノートパッドの比較をねちょっと差し込んでいきます。ノートパッドのおすすめという動画なので。ノートパッドのいいところはどこから書いてもねいい雰囲気っていうのがあります。ど真ん中に書いたっていいし、端からね書いたっていいし、後からその隙間を埋めてもいいし、レイアウトを気にしなくていい優しい世界があります。ノートだってねレイアウトを気にせず書き込めばいいじゃんと思う方もいらっしゃるかな。私も思いはするんですけど、もうこれは好みというか相性というか、ノートだと開放感がないんですよね。なぜかノートって1冊っていう単位だから1ページ1ページに結構重みがある気がしちゃって、失敗したくないなみたいな気分になるんですよ。だからどこから書き込もうって悩むと、だいたい左上から順番にこう書いていくスタイルになっちゃうし、後からこの情報ここの近くに書きたいなみたいなのがもう入らなくてね自由が利かなくなる感じがします。あと単純にねページの真ん中には境目とか段差があるので書き込めなかったりとか、この感覚はねチラシの裏とかカレンダーのね裏とかに書き込んだ時のうわー自由だなーみたいな感覚と一緒です。ぜひね手軽に味わえるのでやってみてください。だいたいどんな人にこのノートパッドの情報を届けたらいいのかっていうのが固まった気がします。あとはもっとどんな人っていうのをイメージをねしやすくするために一言かまたは一文ぐらいで説明できるように追加で情報を整理していきます。書き込む場所が少なくなったのでピリッと剥がして近くに置きます。先ほどね考えていたものを見ながらさらに次のことを考えられるっていうのは結構ね効率的でいいんじゃないかなと思います。これもねノートと比較した場合なんですけど、ノートだとページをまたぐ場合はペラペラとめくりながら確認しないといけないのが結構手間で、ノートパッドであればね複数枚にわたってもこんな感じで並べられます。ちょっとね場所使うので広めのテーブルがあればっていう話ですが、では話を戻しまして、頭の中のものをすべて紙に吐き出してみたけど次に考えるべきものがね出てこないよという方は、これはねちょっと掃除のシーンと同じように考えてみてください。どういうことかというと、1個前で頭の中のものを全部紙に出しました。つまりね家中の食器をテーブルの上に今並べた状態です。でこれからこれはいるいらないわからないで区別するためには何を基準に考えていきますか？利用頻度だったりお気に入り具合、もう一度手に入るものなのか、これの思い出とかねいろいろあると思います。このたくさんの基準で一つずつを精査するっていうのは結構大変なので、大事なのはこれを整理することで誰がどうなりたいかっていうこと
なるべく家事を減らして過ごしたいのであれば、用途が似ている食器はよく使っているものを残して全て破棄とか、あとホームパーティーが好きでお気に入りの食器でもてなしたいっていうのであれば、壊れているものだけ破棄とかね。そんな感じで整理した先にどうなっているのかを決めると、この一回全部並べた情報っていうのの整理がはかどりますよね。今回はノートパッドのいいところを言語化して、同じ悩みを持っている人の解決手段となってほしいなと思っているので、どんな人におすすめかというと、伝えたいことがたくさんあって考えがまとまらずモヤモヤしている人っていうのが自然とね浮かんできました。他の動画もそうですが、どんな人におすすめみたいな問いかけになると、大体ね、自分と同じ悩みをね、持つ人になることが多いです。他のシーンだと、資料作成で考えを整理するときは、資料を必要とする相手の立場になって考えるし、その資料を通してどうなってほしいかなども書き出したりとかします。で、企画書を作るのであれば、上司に OK って言ってもらいたい。このまま進めていいよって言ってもらいたいとか、自己紹介資料であれば聞いた人に〇〇のことは天さんに聞けばいいんだって思ってほしいとかね。もやもや吐き出してるときは、次に悩んだときに気持ちの切り替え方を見つけておきたいとか、こんな感じでこの吐き出したものをどう整理するのかの方針っていうのが決まれば、その後は吐き出した情報を、カテゴライズしてみたりとか並べ替えたり優先順位をつけたりして整理ができると思います。ちょっとね抽象的な話が多くなっちゃって伝わってるかどうか不安になってきちゃったんですけど、今回はねちょっとノートパッドをおすすめする動画なので、考えをどう整理していくかについては需要があればねまた動画作ります。パッドの魅力の紹介に戻ります。パッドってノートと違って下書き感っていうのがあって、文字をね書きミスってもぐちゃぐちゃっとしとけばいいやっていう感じで、情報を見やすくまとめるのがノートだとしたら、ノートパッドはその下書き的な感じがするんですよね。だからレイアウトとか文字の綺麗さとか装飾などに一切こだわらずガンガン考えをね書き出せます。この今までにない使い心地みたいなのを説明する力がなくて、具体的な例とかね描写とかを言葉にして見てるんですけど、やっぱりねしっくりするような伝え方はちょっとまだできている感じがしないので、ご覧になっている方はとりあえず家に余ってるチラシの裏側に本当に試しに書き出してみてほしいです。ということで、全出しした情報の取捨選択、カテゴライズなどができたので、最後にあとはね、どう伝えるのか、つまりどういう動画にしていくのかっていうのを考えていきます。この時もね、切り離したノートを見ながら、構成をね、考えられるので、ペラペラページめくったりとか、情報がね、ページをめくるたび頭からこぼれ落ちることもなくて、すごくいいです。なんかをね調べようと思ってスマホを触ったら何を調べるのか忘れたりとか、探し物をキッチンにしに行ったのに何を探してるのかうっかり忘れちゃったりとかね、書き出したことを、そういうのよくあると思うんですけど、書き出したことをページをめくってみるっていう行為の間に思いついたこととか考えようと思ってたことが吹っ飛ぶっていうのはね、もう本当よくあるので、もしね同じような思いしたことがある方にはもう本当にノートパッド一択です。はい。で、なんでこんなにノートパッドに書き出すことを進めているのかっていうと、あまりに成功体験が多いからなんです。もやもやした時とか、絶対話がまとまらなそうな資料を作らないといけない時、結構ね会社とかだとあると思うんですけど、あと自分の気持ちを言語化したい時、何かコンテンツを作る時に人に伝わるものを作りたい時とか、そういう感じの時に頭の中でぐるぐる考えて、気がついたら、たまにうまくいく時もあったけど、多くの場合は言いたいことだけ言っちゃったな、伝わったかな、意味汲み取るの大変だったかなっていう自己反省会でも数年前に横型のアイディアノートっていうのに出会って、一旦紙の上に考えを出し切ってから伝え方を考えたり気持ちを整理するっていうのを知りました。で、そうすると発信したコンテンツに対して分かりやすかったですって言ってもらえたりとか、自分の気持ちをすっきりとね整理できることがすごく増えました。で、それをね繰り返すうちに、ノートパッドすごく使いやすいなっていうのに気がつきまして、そこからはねもうノートパッドラバー。もちろんねアイデアノートも持ち運びに便利だし使用感がいいので全然今でも使ってますが、 A4 から B5 くらいある大きめのパッドがねすごく吐き出しに相性がいいなと感じています。
というわけでね、無事ノートパッドのいいところを言語化して、誰に何をどんな感じで伝えるのかっていうのを整理することができました。すっきりしました。ということで、大変お待たせいたしました。最後に使っている文房具とノートパッドを紹介します。まずはこちら、以前フライングタイガーの購入品紹介で登場したパッドですね。購入当時はね、使い道を思いつかないまま一目惚れで購入したんですが、今はね、すごい頻度で使っているので、結構消耗しちゃいました。パソコンの横に置いて資料作成時にこういう図説いいかな、どうだろうなっていうのを考えたりとか、急なね電話のメモを残したりと結構活躍してくれてます。これは英語サイズなのでパソコンのキーボードの近くに置いてもパソコンの操作の邪魔にならないので、本当にね意外と気に入って使っています。当店では取り扱いはないのでぜひねお近くのフライングタイガーかフライングタイガーのオンラインショップっていうのをぜひチェックしてみてください。そして次は動画の中で使っていたボールペンとパッドを紹介します。まずはパッド、A4 シートパッドチャート&プロジェクト用ニトムズから1210円です。中の紙はなんとたっぷり100枚入りで、厚みと大きさがね結構あるので、持ち運びよりは決まった場所で使うのがいいかな。5ミリ方眼で1センチごとに数字が振られています。上質紙が使われていて、ツルツルとしたね手触りです。ペン先が引っかかることなくスルスルスルーとね書けるし、万年筆でも書き込める紙ですね。はい。で次は同じくニトムズの4ファンクションズペン 0.5mm ホワイトです。マットなね質感なボディが珍しい3色ボールペンプラスシャーペンの多機能ボールペンと呼ばれるやつで、シャーペンは 0.5mm の芯に対応していて、ボールペンも 0.5mm の低粘土油性インク、同じシリーズのね 0.7mm 低粘土油性ボールペンを愛用していたんですけど、もう少し芯が細くて、ついでにねカラーインク、赤インクとかも欲しいなと思っていたので、こちらがねドンピシャのアイテム。近いうちにねまた紹介する動画を撮ると思います。で次はこちらのプランナーパッド、過去のねマンスリー動画とかでも出てきたシリーズです。クノップワークスより B5 プランナーパッド1冊869円です。これはモヤモヤを吐き出したり考えを整理するような用途ではないんですが、計画を立てるのに便利で愛用しているパッドです。他にもね英語サイズのスケジュールパッドっていうのもあります。じゃあインフィエイトから495円。プランナーパッド同様にね計画立てたりとかトゥードゥーリストを作ったり疑似メモが取れるフォーマットがあります。ぜひねいろいろなパッドがあるので困りごとに合わせて試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。まだまだね動画分かりにくい点あるかもなんですけど、今後の動画でレベルアップしたなって感じたらきっとねノートパッドうまく私が使えているんだなと思ってください。またねー。